り解説。1969年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1969年って、映画の世界ではどんな年だったの？いい質問だな、レイム。1969年はな、アメリカンニューシネマっていう新しい波が来て、自由とか反落がテーマの映画がめちゃくちゃ盛り上がってた年なんだぜ。へえ、反落って、なんか物騒だけど、面白そう。日本の映画もそんな感じだったの？日本でも名作がたくさん生まれたぜ。男は辛いよの第一作が公開されたのもこの年だし、人斬りみたいな時代劇の傑作もあるんだ。しかも世界中で名作がバンバン出てたから、1969年は映画史的にも特別な年なんだぜ。そんなにすごい年だったんだ。どんな映画があったのか、もっと知りたくなってきたよ。じゃあ今回は、1969年に公開された映画の中から、特に記憶に残る名作をランキング形式で紹介していくぜ。10位から1位まで、名シーンや制作の裏話なんかも交えて、がっつり解説していくから楽しみにしててくれよな。第10位。イージー、ライ第10位は、イージーライダー？あ、聞いたことあるかも。お、知ってるか？これはアメリカンニューシネマの象徴みたいな映画だぜ。自由を求めて旅に出る二人のバイク乗りを描いたロードムービーなんだ。旅物なんだ。でもなんでそんなに有名なの？それはな、この映画が当時の若者の心をがっちり掴んだからだぜ。アメリカ社会の抑圧とか価値観への反発をリアルに描いてて、それまでのハリウッド映画にはない空気感があったんだよ。なるほど。時代のムードを映した作品なんだね。どんなお話なの？金を稼いだ二人の男がチョッパーバイクでアメリカを横断するんだ。途中でヒッピーと出会ったり、差別に直面したり、自由を求めながらも現実の厳しさに直面していく。そんな旅路を描いてるんだぜ。うわぁ、ただのバイク映画じゃなかったんだ。深いねー。主演はピーター・フォンダとデニス・ホッパー。音楽も超かっこいいんだぜ。ボーントゥビーワイルドなんて聞いたら絶対テンション上がるぜ。それ知ってる。なんか聞くだけで風を切って走る感じがする。だろ？ってことで第10位は、自由の代償を描いた伝説のバイク映画、イージーライダーだぜ。第9位。男はつらいよシリーズ第1作。第9位は、男は辛いよだ。なんか聞いたことあるよ。それ、知ってるとはやるな。これはな、日本人の心に深く染みついた下町人情コメディの金字塔だぜ。しかもこれは50年も続く超ロングランシリーズの記念すべき第一作なんだ。そんなに長く、すごすぎる。もともとはテレビドラマだったんだけど、最終回で寅さんが死んじゃってな。あまりの反響に、そんなの嫌だ、って全国から抗議が殺到。それで映画として復活したんだぜ。うわ、それだけ愛されてたんだね。第一作って、どんな話なの？舞台は東京葛飾柴又。旅から戻った寅さんが、妹桜の縁談をぶち壊して、またトラブルを起こして旅に出る。そこで出会った冬子さんに恋をして、だけどやっぱり失恋して去っていく。そんな哀愁のある物語なんだ。切ないね。でも温かい感じがする。しかもこの映画、第一作で一応綺麗に完結するようなラストになってて、失恋後に寅さんが登ると一緒に単価倍してる場面は1年後って設定なんだ。実際にはその1年の間に第2作から第5作まで作られて、すでに老いの三つ男も生まれてるし、登るもまた出てくるっていう時空の緩さがあるのが、また味なんだよな。そこもゆるい感じなんだ、笑い。2019年に放送された少年虎次郎では、子供時代の虎さんと冬子の関係や、虎さんが家出した1949年の描写が描かれてて、映画第一作の冒頭とつながる構成になってるんだぜ。桜の部屋にある写真には、もう亡くなってる家族も写ってて、そういう細かい演出も染みるんだよな。なんかもう、見たことないのに涙出そう。はは、レイムもトラロスになるかもな。そんなわけで、第9位は誰もが笑って泣ける、日本人の心の映画、男はつらいよシリーズ第一作だぜ。第8位。女王陛下の007。第8位は、女王陛下の007。
007ってスパイ映画だよね？そうそう。スーツ着てカクテル飲んでるイメージあるだろ？この作品は、あのジェームズ・ボンドシリーズの第6作目にあたる映画なんだぜ。でも007って、いつも同じ俳優がやってるんじゃなかったっけ？そこがこの作品の面白いところでな。この一作だけジェームズ・ボンドを演じたのがジョージ・レイゼンビーっていう俳優なんだ。つまり、シリーズ中唯一の一作限りのボンドなんだぜ。それって珍しいね。なんで一作で終わっちゃったの？本人の意思もあるし、プロデューサーとの方向性の違いもあってな。でも演技自体は評価されてるし、映画の内容もすごく濃いんだ。ボンドが本気で恋をして、結婚までしちゃうんだぜ。007が結婚。それは衝撃なんだけど。そうなんだよ。しかもその奥さんが、ラストで悲劇的な展開になる。今までの007にない、めちゃくちゃ感情に訴えるストーリーなんだぜ。スパイ映画って、もっとクールで軽快なイメージだったのに。そこがこの作品の得意性だな。アクションも迫力あるし、雪山でのチェイスシーンは今見ても圧巻だぜ。音楽もシリーズ屈指の名曲揃いで、ファンからの評価も年々上がってるんだ。なんか、見ると好きになっちゃいそうな作品だね。間違いないぜ。ということで第8位は、唯一無二のボンドが描かれた異色の名作、女王陛下の007だ。第7位、ワイルドバンチ。第7位は、ワイルドバンチか。なんかハードボイルドな感じがするね。鋭いな。レイム、まさにその通りだ。この映画は暴力の死とも呼ばれてて、従来の西部劇をぶち壊した問題作なんだぜ。そんなにすごい映画なの？サム・ペキンパーって監督が撮ってるんだけど、スローモーションの銃撃戦とか、リアルな流血描写を大胆に使ってて、当時としてはかなり衝撃的だったんだ。まるで絵画のように美しくて、残酷。なんか矛盾してるような。でもちょっと見てみたくなるね。物語は時代遅れの無法者たちが、メキシコ革命の中で自分たちのやり方で最後の一花を咲かせようとする姿を描いてるんだ。彼らがどんどん追い詰められて、最後に壮絶な銃撃戦に突入する。っていう、もう、男の哀愁全開の作品だぜ。うわぁ、なんか切ないね。でもそういうの、心に残るよね。まさにそれ。それまでの西部劇では描かれなかった老いとか退場する者たちの誇りみたいなテーマを正面から描いてる。これが後の映画にも多大な影響を与えたんだぜ。今のアクション映画とかにも繋がってるのかな？その通り、タランティーノとか、ジョン・ウーとか、映画オタクな監督たちにめっちゃ影響を与えてる。ある意味近代バイオレンス映画の始祖みたいな作品だな。見る側にも覚悟が必要そうだけど、すごい名作ってことは伝わったよ。その覚悟が報われるほど、魂を揺さぶるラストが待ってるぜ。ってことで第7位は、暴力と美学が交差する西部劇の革命児、ワイルドバンチだ。第6位、ローズマリーの赤ちゃん。第6位は、ローズマリーの赤ちゃん。それホラー系の映画？その通りだぜ、レイム。これはロマン・ポランスキー監督が手掛けた心理ホラーの傑作で、怖さがじわじわと心に染みてくるタイプの映画なんだ。じわじわ、ギャーって驚かせるやつじゃないの？そういうタイプじゃないんだ。派手な演出は少ないけど、不安と疑念がどんどん積み重なっていくから、見てる方は常にハラハラするんだよな。どんな話なの？新婚夫婦のローズマリーとガイが、ニューヨークの古いアパートに引っ越してくるところから始まるんだ。最初は親切だった隣人が、どんどん怪しくなっていって、ローズマリーが妊娠したあたりから何かがおかしいって気づき始めるんだぜ。それって、赤ちゃんに何か秘密があるの？そう、そこが確信なんだよ。赤ちゃんが実は悪魔の子なんじゃないかって疑いが強まっていくんだけど、それが事実なのか、ローズマリーの妄想なのか、最後までわからない演出が秀逸なんだぜ。うわぁ、なんかリアルに怖い。精神的に来るやつだね。主演のミア・ファローの演技もすごくて、細くて儚い彼女が徐々に精神的に追い詰められていく姿がリアルすぎる。見てるこっちまで不安になってくるぜ。そういうホラーって後を引くよね。夢に出そう。ポランスキーは現実と妄想の境目をぼやかすのが上手くて、
この映画はまさにその真骨頂。静かなのに怖い。これぞ心理ホラーの名作ってわけだ。第6位は、不安の迷宮に迷い込む傑作、ローズマリーの赤ちゃんだぜ。第5位、マッケンナの黄金。第5位は、マッケンナの黄金。なんだか冒険の匂いがするタイトルだね。その通りだぜ。レイム。これは1960年代後半の西部劇ブームの中でも、特にスケールの大きい黄金伝説ものなんだ。まさに夢と欲望が渦巻く冒険活劇って感じだな。黄金ってことは、やっぱり宝探し系？アリゾナの伝説に語られる黄金の谷をめぐって、様々な人間が欲望に突き動かされてぶつかり合うストーリーだ。保安官のマッケンナは、偶然にもその場所が記された地図を手に入れてしまうんだが、そこから地獄の旅が始まるんだよ。うわ、地図を手に入れちゃうなんて、絶対トラブルの元じゃん。まさにその通りでな。マッケンナは無法者や軍人、女性、インディアンたちを巻き込みながら、壮絶な争奪戦に巻き込まれていくんだ。登場人物たちはそれぞれ思惑があって、裏切りあり、友情あり、ロマンスもありのてんこ盛りだぜ。でも、黄金って手に入れたらハッピーエンドじゃないの？それが甘いんだな。この映画、最終的に黄金は人を狂わせるっていうテーマを突きつけてくるんだよ。信じてた仲間に裏切られたり、命を懸けた旅の果てに残るのは、希望か、それとも虚しさか。見どころは最後の大自然の崩壊とともに訪れる運命の決着シーンだな。地鳴りとともに黄金もろとも大地が崩れ落ちる様子は、まさに映画ならではのスペクタクルだぜ。なんか、欲望の果てって怖いけど、そこが魅力なんだね。そう、これぞ西部劇と冒険映画が融合した一本。グレゴリー・ペックが主演で、脇を固めるのもリー・ジェイコップやテリー・サバラスといった名優たち。音楽も超名曲揃いで、テーマ曲は当時の子供たちが口ずさむほどだったんだぜ。そんなに人気だったんだ。これは一度見てみたくなるね。ということで第5位は、欲望と伝説が交錯する壮大な黄金譚、マッケンナの黄金だ。第4位、夜霧の恋人たち。第4位は、夜霧の恋人たちか。タイトルがなんか、もう切なさ全開って感じだね。その感覚、かなり鋭いぜレイム。これはフランスのヌーベルバーグっていう映画運動の中でも、特に詩的で美しい一本なんだ。監督はフランソワ・トユフォー。主演はジャンピエール・レオ。青春の儚さを描いた名作中の名作だぜ。ヌーベル、なんとか？なんかおしゃれな響きだけど、どういうジャンルなの？ヌーベルバーグってのは、1950-60年代にフランスで起こった映画の新しい流れで、それまでの映画の型を壊して、もっと自由に感情やリアルを描こうって動きなんだよ。この映画もまさにその象徴ってわけだな。じゃあストーリーも、ちょっと変わってるの？物語はシンプルなんだ。若い男アントワーヌが、街で出会った女性コレットに恋をする。でも、その恋はなかなかうまくいかないんだよ。彼女にとって彼はいい人止まりで、恋愛対象にはならないっていう、めちゃくちゃリアルな片思い。うわ、それ、辛いやつだ。でも、わかる気もする。この映画のすごいところは、感情を押し付けがましく語らず、カメラワークやセリフの間で青春の切なさを表現してるところだな。実はこのアントワーヌってキャラ、トユフォーの分身でもあるんだぜ。監督自身の体験が反映されてるってこと？そうそう。彼の過去や思いをベースにしてるから、どのシーンもすごくリアルなんだ。あと、街の風景や音楽もめちゃくちゃおしゃれで、これぞフランス映画、って感じ。映像がもう全部、詩みたいなんだよな。詩みたいな映画、なんだか見るだけで感性が磨かれそう。間違いなくそうだぜ。フランス的な恋愛観と青春の脆さに、きっと心を揺さぶられるはずだ。第4位は、片思いの甘さと痛みを描いた永遠の青春映画、夜霧の恋人たちだ。第3位、人斬り。第3位は、人斬り？ちょっと物騒なタイトルだね。確かにな。でもこの映画は、ただの時代劇じゃなくて、人を切るってことの意味を深く掘り下げた骨太なドラマなんだぜ。幕末という激動の時代を背景に、生き方や信念、そして罪の意識と向き合う男たちの物語なんだ。
そういう精神的なテーマがあるんだね。誰が出てるの？主役の岡田伊蔵を演じてるのが勝新太郎。そしてなんと、薩摩藩士田中伸兵衛を演じてるのが、あの三島由紀夫なんだぜ。あの作家の三島由紀夫、演技とかできたの？これが驚くほどハマってたんだよ。抑えた芝居の中に狂気と誇りが滲み出ててな。しかも坂本龍馬役には石原裕次郎が登場するんだけど、これがまた爽やかで器の大きい龍馬像を作り上げてるんだ。勝新の悲しき剣士像と、石原の龍馬の対比も見どころなんだぜ。なんか、俳優陣もすごい豪華だし、役の組み合わせだけで面白そう。ストーリーも重厚でな。土佐の下級武士だった伊蔵が、勤王の志士として名を馳せるが、やがて人を切ることだけが自分の存在意義になっていくんだ。そんな中で龍馬や新兵衛と出会い、自分の生き方を見つめ直していくって流れだな。そういうの、ただの盾シーンじゃなくて、心に刺さるやつだね。その通り、この映画は、アクションより沈黙の演技が光ってる。勝新太郎の目線一つ、動き一つで命を奪う重さが伝わってくるんだよ。そして、切るたびに傷ついていく伊蔵の姿が見る者の心を揺さぶるんだ。見終わった後、しばらく引きずりそうなタイプの映画だね。まさにそれ、時代劇というジャンルを超えて、人間を描いた傑作だ。第3位は、魂を削るように生きた男たちの記録、人斬りだぜ。第2位、真夜中のカーボーイ。第2位は、真夜中のカーボーイ？それって西部劇じゃないの？名前にカウボーイって入ってるけどな。実は全然西部劇じゃないんだぜ。これは1969年に公開された、アメリカンニューシネマを代表する一本で、社会の片隅で生きる負け組たちのリアルを描いた名作なんだ。じゃあ、どんなお話なの？テキサス出身の若者ジョー・バックが、ニューヨークで地頃として一旗あげようとやってくるところから始まるんだ。でも都会はそんな甘くなくて、現実は惨めな失敗続き。そんな彼が出会うのが、病気持ちで貧乏な詐欺師ラッツォリッツォ。最初は反発し合いながらも、やがて心を通わせていくっていう、ちょっと不器用で切ない友情物語なんだよ。都会の片隅で、そんな出会いがあるなんて、なんか泣けそう。本当にな。この映画はね、成功とか夢をつかむみたいな映画とは真逆で、どうにもならない現実の中で、支え合うことの尊さを描いてるんだ。ハリウッド映画なのに、こんなに泥臭くて優しいなんて、って驚くぜ。主演は誰だったの？ジョン・ボイトが女王、ダスティン・ホフマンがラッツォを演じてる。ホフマンの演技がとにかくすごくてな。病気でボロボロになりながらもプライドを捨てきれない男を、全身で表現してるんだよ。I'm walking here ってセリフ、CM とかで聞いたことあるかもな。それ聞いたことある。あれ即興だったって噂。本当だぜ。あれは撮影中に本当にタクシーが突っ込んできて、ホフマンがアドリブで言い返したのがそのまま採用されたっていう、伝説のシーンだな。そんな生々しさが、この映画の魅力でもあるんだぜ。リアルすぎる。でも、やっぱり二人は最後うまくいくの？それがな。ラストはマイアミに向かうバスの中で、ラッツォが静かに息を引き取るんだ。夢も、希望も、何も手に入らなかったかもしれない。でも、最後にジョーの隣に誰かがいたって事実が、彼を変えるんだ。もうカウボーイの格好もやめて、やっと自分を見つけたんだな。なんか、言葉が出ないや。悲しいけど、きっと温かい映画だね。その通りだぜ。第2位は、都会の闇に生きた孤独な二人の魂の物語、真夜中のカーボーイだ。第1位、明日に向かって撃て。第1位は、明日に向かって撃てか。この映画、何度か名前は聞いたことあるけど、実際どういう話なの？この映画はね、ブッチ・キャシディとサンダンス・キッドという二人のアウトローが自由を求めて生きる姿を描いた、西部劇の名作なんだ。でも、ただのアクション映画じゃない。映画の裏には、俳優たちの面白いエピソードがあって、それがまたこの映画を特別にしてるんだ。エピソードって、どんなことがあったの？実は、この映画、当初はポール・ニューマンとスティーブ・マックイーンが脚本を折半して買い取り、
ニューマンがサンダンスキッド役を演じる予定だったんだ。でも、マックイーンが都合により出演できなくなって、映画のキャスティングに大きな変更があったんだよ。それは驚きだね。じゃあ、ニューマンがサンダンス役のままだったら、どんな映画になっていたんだろう？まさにその時、ジョージ・ロイヒル監督がニューマンにアドバイスをしたんだ。サンダンス役の代わりにブッチ役に変更して、そしてサンダンスキッド役には当時まだ無名だったロバート・レッドフォードを起用することを勧めたんだ。無名のロバート・レッドフォード、どうしてそんなに若手俳優を選んだの？その決断には、ニューマンの妻が関わっているんだ。ニューマンの妻、ジョアン・ウッドワードがレッドフォードの才能に注目して、彼を推薦したんだ。これにはいろんな説があって、ニューマン本人が後に語ったところによると、彼の妻がこの映画には彼が必要だと言っていたんだぜ。まさかそんな裏話があったなんて、ニューマンとレッドフォードのコンビって、最初から決まっていたわけじゃなかったんだね。その通り、それが功を奏して、映画は大ヒットになったんだ。ニューマンのブッチとレッドフォードのサンダンスキッド。この二人のキャラクターが絶妙に掛け合い、観客を魅了したんだ。なるほど。そうやって偶然の出会いがあったからこそ、名コンビが生まれたんだね。じゃあ、映画の内容はどうなってるの？物語は、二人が自由を求めて逃げる姿を描いているんだけど、次第に彼らが自由を手に入れることができないことが明らかになっていくんだ。アクションももちろん楽しいけど、この映画は二人の友情や夢を追う姿が感動的で、それが見る者の心に深く残るんだよ。友情っていうテーマが、映画の中でどんどん強くなっていくんだね。その通りだぜ。見ているうちに、二人の関係がどんどん魅力的になっていく。あの有名な逃亡シーンも、自由を夢見て駆け抜ける二人の姿がまるで魂を解放しているようだ。まさに、自由のために戦った二人なんだね。ラストが気になる。ラストは、二人が運命の選択を迫られるんだ。その決断が悲劇的でありながらも、彼らの人生にとって最もリアルな終わり方をするんだよ。見応えがありそうだね。すごく見たくなってきた。というわけで、第1位は名コンビ、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードの圧倒的な演技で、自由を求める男たちの物語を描いた名作、明日に向かって撃て、だ。総評、まとめ。いやー今回のランキング、すごく濃かったね。1969年って、映画の当たり年だったんだね。間違いねえな。この年はまさに、映画史が変わるようなターニングポイントだったんだ。アメリカンニューシネマの波が一気に広がって、価値観とか、描き方がガラッと変わった年だったんだぜ。確かに、イージーライダーとか、真夜中のカーボーイ、明日に向かって撃てもそうだけど、どれも自由とか時代への反発がテーマになってた気がする。その通りだぜ。それに日本でも、男は辛いよみたいな国民的シリーズの幕開けがあったり、人斬りみたいな重厚な時代劇があったり、ジャンルもバラバラだけど、どれもその年ならではの空気感をまとってるのが面白いよな。どの映画も、背景や裏話を知るともっと見たくなるね。やっぱり、ただ見るだけじゃなくて、時代とか作られた背景を知るって大事なんだな。そうそう。名作ってのは、映画そのものだけじゃなくて、その時代に生きた人たちの声とか願いみたいなもんが詰まってるんだよな。そういう意味で、1969年は時代が語りかけてくる映画がたくさん生まれた年だったってことだな。なるほど。なんか映画って、ただの娯楽じゃなくて、記録でもあるんだね。まさにその通りだぜ。さて、次はどの時代を掘り下げてみるか、楽しみになってきたな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。